そうですね。で流れが向こうに行きそうな時、行った時と行きそうな時とやっぱり体力的で、一番はやっぱり流れをちょっと一回止める、それが一番大きいんですよね。あとアドバイスで的確なアドバイスを言えるか、今こういう状況になってるからこういうふうにしようねとか、そういうことでタイムアウトを使うってことですよね。基本的にはいやここはちょっと危ないなっていう時に取るわけだから頑張れってだけですよ。基本的にはここ勝負どころよって、もう一回立て直そうねっていうことですよ。タイム取ろうかどうか思ってる時にもう流れが変わってるって把握してるんですよ、監督は。でも選手任せにしちゃうんですよ。もういつも見てるから今流れが向こうに行ってるっての分かるんですよ、普通の監督だったら。でそれを流しちゃってもう一点相手に献上されて、そこでタイム取るんですよ。このケースがすごく多いんですね。それで選手が頑張ってサイドアウト取る時があるんですよ。でもほぼ失敗しちゃうんです。でもこれ大きな間違いで、基本的にタイムアウトっていうのはその自分が感じた時に相手の流れに行ったと思った時に早めにタイムアウトを取るっていうのがタイムアウトの鉄則です、これは。でやっぱりベンチでできる、采配でできることってタイムアウトと選手交代しかないんですよ。であればそこにもう全勢力を傾けるぐらいの感じで、あとは選手が頑張ればいいんですよ。流れをいかに断ち切ったり変えていくっていうのがベンチの役割なんで、それをやっぱりしっかり冷静に、だからタイムアウトにしてもメンバーチェンジにしてもやっぱりその的確にやっていく、これがベンチの仕事。帰ってない方がいいと思います、私は。テクニカルタイムアウト12点でテクニカルタイムアウトがあるとかっつったら11点取られて流れが変わってるのに、次もうテクニカルタイムアウトだから取るのやめようっつったら、そこで本当に取られちゃってテクニカルタイムアウトになるんですよ。8対8でずっとこういって9点取られて10点取れて11点、普通タイムアウトですよ、3連続で。だけど12点があるからやめとくかって、こういうことなんですよ、僕が言いたいの。テクニカルタイムアウトを僕は必要ないと思います。あれはいいと思います。そんなにもう時間もかかんないし、でインアウトはもうチャレンジないですからね。だからその方式によりますね。オリンピック方式みたいにパッとすぐこうっていうんだったらもうチャレンジは大いにある。だけど今の V みたいに遅かったりちょっと判定がちょっと疑惑があったりっていうのは観客の人もなんか間延びすんなとかっていうのはあんまり良くないと、そんな感じですね。でもチャレンジそのものは私はいいと否定しないですね。今の時代ですから、ワンタッチしたかどうか、ワンタッチをっていう非常にいいと。